こんにちは、普通の人です。前回はナルに携帯を奪われ、ナルが私を階段から突き落とそうとし、その日、ナルが家に帰らない約束をしていたが、家に帰ってきて恐ろしかった経験。翌日、すぐに避難の準備をし、ナルが家に帰ってくる前に、私は車で15分距離にあるゲストハウス以降ゲハに避難したところまで話しました。ゲハは1月25から27までの3日間の予約でした。1階にスナックバーがあり、宿泊施設も運営しているとてもユニークな場所でしたが、少し早く到着したため、オーナーは不在でした。連絡を入れて近くのスーパーで15分ほど買い物をして戻ってくると、オーナーのおばさんが車を止める場所を教えてくれました。しかしはじめにゲハのおばさんの日本語を聞いて、韓国の方ですかと尋ねました。するとおばさんがにこやかに笑って、あら、韓国の人だったんだね。下でコーヒー一杯どうと話してくれました。コロナの時期だったので、お客さんは私一人で、久々に客が来たと喜んでくれました。しかも韓国人だったのでもっと喜んでくれました。その日は私がなぜこんな観光地でもないゲハに一人で泊まることになったのか、おばさんに詳しく話しました。おばさんは初対面の私のことをまるで子供のように接してくれて、二度とその家に戻らないようアドバイスしてくれました。そして世界一共感能力を持っているかのように、自分のことのように考えて、ナルを罵りました。その夜、あるおじさんがスナックに来ました。彼も韓国人でした。玉美出身で自営業をしながら、奥さんは彫刻家で、高校3年生の娘さんを育てている王さんでした。事業をするためにおばさんからお金を借りていたんですが、家族を支えるために誠実に働く優しい王さんを見て、おばさんはとても心配していました。私は日本で暮らしながら韓国人とあんまり交流がありませんでした。一度に母国の人たちに会うと、とっても新鮮で親しみを感じるもんです。その日おばさんが夕食にトックを作ってくれて、温かい時間を過ごしました。それでも私は2泊3日の予約でしたし、実際犬たちも心配で家に帰りたかったです。そんなことを経験してもまた戻るなんて信じられないとおばさんや母に止められても、引っ越してからまだ半年しか経っていないし、その一戸建てがかなり広くて気に入っていたこともありました。避難中もナルとはカカオトークをしました。その時、再びあんなことは二度としないと約束してくれたら、3日後には家に戻ろうと思っていました。何よりも犬たちが心配だったからです。犬は犬。まずは自分を大切にしなさい。と、おばさんから何度も私を説得してくれました。そしておばさんは自分家の1階のような地下で暮らすようにと言ってくれました。1ヶ月に3万。おばさんの説得で毎朝晩散歩だけさせることにしました。私はおばさん家で暮らしながら引っ越しの準備をしました。そんな中、弁護士に言われ、携帯事件であざができたところの診断書を取り、弁護士と接近禁止命令及び保護命令を進めることになりました。着手金22万円、成功報酬、どちらか一つが成功できたとき22万円。ここでどちらか一つとは、接近禁止命令か保護命令のどちらかの意味です。翻訳費一文字12円。期日出張費1回で3万3000円。交通費、印刷費、郵便、通信費など別途。本当に弁護士費用は確保しなければなりません。犬2匹、それも大型犬2匹を飼える条件の賃貸住宅を探すのは簡単なことではありませんでした。犬が飼えると言っても、9割以上のアパートやマンションは小型犬1匹まで可能で、一戸建ては築4、50年以上の家で、大型犬が飼える家がかろうじて出てくるかどうかでした。2匹は本当に難しいと、ほとんどの不動産屋では探して連絡すると言っていました。郊外から郊外へ、都心からはさらに遠ざかっていきました。
私はできるだけ早くナルのいる家に行かないように、住む場所を決めて、犬たちを救出してこようと計画しました。そして通知しました。その家の契約者、キムが家の契約満了日を2月末に設定したと。不動産屋さんに経緯を話し、彼を通して書類を送りました。期限が決まると私の心もさらに焦りました。その間に保護命令に使われる証拠資料も整理しながら、本当に一日を1週間のように過ごしました。次回は犬たちと一緒に暮らすお家を見つけて、ナルと一生別居を始めることになり、犬たちも救出してくるエピソードをきちんとまとめて動画を制作する予定なので、引き続きご視聴をお願いいたします。